1944年、昭和19年。大日本帝国の命運は太平洋の波間に消えようとしていました。南の海では絶対国防圏と呼ばれた防衛ラインが次々と破られ、ガダルカナル、アッツ、タラワと続く玉砕の知らせが国民の耳に届かぬまま静かに積み重ねられていました。制海権は失われ、頼みの綱であるタンカーは次々と撃沈される。帝国はゆっくりと、しかし確実に窒息しつつあったのです。そんな死に体の巨人が最後の力を振り絞り、中国大陸という広大な大地に一本の巨大な道を切り開こうとしていました。作戦名1号作戦、通称大陸奪作戦。動員兵力50万人、進撃距離2400キロ。日本陸軍建軍以来最大にして最も無謀とされた遠征です。海がダメなら陸を行く、空から爆撃されるなら歩いてその基地を奪いに行く。それは近代戦の常識を捨て去った狂気じみた論理でした。しかし当時の彼らにとってそれは唯一残された希望という名の幻想だったのです。これは崩壊する帝国の際でひたすらに歩き、戦い、そして歴史の彼方へ消えていった50万人の男たちの物語です。時計の針を1944年の1月に戻します。東京市ヶ谷の大本営陸軍部。ここには連日のように悲痛な報告が届いていました。南方からの資源輸送船、またも撃沈。石油、ゴム、ボーキサイト、戦争継続に不可欠な血液ともいえる資源がアメリカ潜水艦の軍漏作戦によって海の底へと沈められていたのです。制海権を失った日本にとって南シナ海はもはや魔の海と化していました。海が使えない。ならばどうやって南方と本土をつなぐのか。地図を見つめる参謀たちの目が中国大陸に吸い寄せられたのは必然でした。プサンから北京、南京を経てインドシナのハノイ、さらにはシンガポールまで、大陸を縦断する鉄道を確保すれば不沈の補給路が完成する。あまりにも壮大な構想でした。しかし彼らをこの無謀な決断へと駆り立てたもう一つの恐怖がありました。その恐怖の名は B29 スーパーフォートレス。アメリカが開発した成層圏を飛ぶ長空の要塞です。当時マリアナ諸島はまだ日本の手にありましたが、アメリカは中国の奥地成都に巨大な滑走路を建設し、そこから日本本土、特に九州の製鉄地帯を直接爆撃する計画、マッターホルン作戦を進めていました。日本の戦闘機が届かない高高度から雨のように爆弾を降らせる怪物。もし中国大陸の基地が完成すれば、日本の軍需産業は壊滅します。防空能力に限界を感じていた陸軍は、ここで短絡的かつ暴力的な結論に達します。空から守れないのなら、地上部隊が進撃し、その飛行場を占領してしまえばいい。これを攻撃的防空と彼らは呼びました。理屈は通っています。しかし、その飛行場は前線からはるか数千キロの彼方にありました。立案の中心人物は大本営作戦課長、服部拓四郎。彼は主張しました。シナ事変の解決と南方資源の確保、そして本土防空、これらすべてを一挙に解決する起死回生の一打であると。東條英機参謀総長は、当初、その規模の大きさに難色を示しましたが、追い詰められた戦局がこの一発逆転の賭けを承認させました。目的は2つ。一つは大陸縦貫鉄道の確保。もう一つは
米軍航空基地の覆滅。参加兵力は50万名、馬10万頭、自動車1万5000両。太平洋の島々で兵士が飢えに苦しんでいる最中、帝国陸軍は残された最後の予備戦力をすべてこの中国大陸へ注ぎ込む決断をしたのです。しかし、この壮大な作戦には致命的な欠陥がありました。それは50万人の胃袋を満たすための兵隊が計画の段階から完全に破綻していたことです。彼らは補給を無視して進むことを前提としていました。それは現地調達という名の略奪と飢餓への行軍の始まりでした。1944年4月、中国大陸黄河のほとり。作戦開始を前に北支那方面軍の兵士たちは目の前に広がる果てしない荒野に立ち尽くしていました。彼らの姿はかつてニュース映画で宣伝された盛況なる行軍のイメージとはかけ離れていました。支給された軍服は継ぎはぎだらけ、革靴はとうにすり減り、多くの者が現地で編んだわらじを履いている。そして何より異様なのは、彼らが背負っている荷物の量でした。鳥銃、弾薬、煙歯、水筒、そこまでは常識的な装備です。しかし彼らの背中にはさらに数日分の食料、着替え、鍋や釜、そして夜の寒さをしのぐための毛布までが自分の背丈を超えるほどの高さに積み上げられていました。その総重量は実に40キロから時には60キロにも達したといいます。なぜこれほどまでに荷物が重くなったのか。理由は単純にして絶望的でした。荷物を運ぶためのトラックが決定的に不足していたからです。当時の日本陸軍の自動車保有台数は米軍の数十分の1。しかもその貴重なトラックを動かすためのガソリンは南方の油田から本土への輸送ルートが遮断されたことで枯渇していました。頼れるのは己の2本の足のみ。大本営が引いた2400キロという矢印。それは東京から日本列島を縦断し台湾にまで届く距離に匹敵します。この気の遠くなるような距離を兵士たちは60キロの荷物を背負い徒歩で踏破することを命じられたのです。これはもはや近代線の移動ではありません。中世の苦行、あるいは死の行軍そのものでした。さらに恐ろしいのはこの行軍を支えるはずの食の論理です。作戦計画書には兵隊について耳を疑うような方針が記されていました。現地調達を主とす。簡単に言えば食料は持っていかない、現地で奪えということです。しかし彼らが進撃しようとしていた中国河南省はこの作戦の直前まで未曾有の大飢饉に見舞われていた土地でした。1942年から43年にかけてこの地では数百万人が餓死したと言われています。畑は荒れ果て、木々の皮すら食い尽くされ、村には死臭と絶望だけが漂っていました。奪おうにも奪うものなどどこにもなかったのです。それでも命令は絶対です。兵士たちは飢えた獣のように村々を捜索しました。床下を掘り返し、壁を壊し、農民たちが隠していた一握りの雑穀すらも挑発する。それは挑発という名の凄惨な略奪でした。ある兵士の手記が残されています。村に入ると老婆が私の足にしがみつき泣き叫んだ。言葉はわからない。しかしそれが最後の一粒だ、持っていかないでくれと言っていることだけは痛いほど分かった。
私は彼女を振り払い、薄げたれた袋に入ったコーリャンを背嚢に詰めた。その時、私は自分が軍人ではなく、ただの強盗に落ちぶれたことを悟った。日本軍の進撃路にはペンペン草も生えないと言われました。しかしそれは彼らが強かったからではありません。あまりにも飢えていたからです。この作戦における敵は日本軍が想定していたものとは異質な姿をしていました。正面に対峙するのは唐恩伯将軍率いる40万の大軍です。しかしこの中国軍もまた腐敗しきっていました。唐恩伯軍は飢饉に苦しむ自国の民衆から過酷な搾取を行い、水害、干ばつ、そして唐恩伯、そう並び称されるほど地元民から憎悪されていたのです。日本軍が攻撃を開始すると奇妙な現象が起きました。中国軍が敗走する際、現地の中国農民たちが自国の兵士であるはずの敗残兵を襲撃し、武器を奪い殺害し始めたのです。敵の敵は味方などという単純な話ではありません。そこにあったのは秩序の完全な崩壊でした。日本軍、中国国民党軍、そして共産党軍、さらには自衛武装した農民たち、すべての勢力が入り乱れ、互いに殺し合い、奪い合う。河南省の平原はまさに万人の万人に対する闘争の場と化していました。そんな混沌の中を日本軍は進んでいきます。作戦開始からわずか数週間で兵站計画は破綻しました。トラックは故障して道端に打ち捨てられ、荷物を運ぶために挑発された馬たちも飼い場がなく次々と倒れていきました。道端には動けなくなった馬の死骸と力尽きて座り込む日本兵の姿が増えていきました。彼らの服は泥と油にまみれ、肌は土色に変色し、目は落ちくぼんでいる。その姿を現地の人間は、そして後続の部隊の兵士たちですら、畏怖と侮辱を込めてこう呼びました。古事記部隊と。しかし極限の上は人間の道徳感を麻痺させると同時に、ある種の狂気にも似た戦闘本能を呼び覚まします。前に進めば食い物があるかもしれない。敵の倉庫を奪えば腹いっぱい米が食える。皮肉なことに補給の途絶は兵士たちを前へ前へと駆り立てる原動力となりました。後退すれば餓死、とどまっても餓死。生き残る道は目の前の敵を殺し、その糧を奪うことだけ。近代軍隊としての規律は失われ、論理的な作戦指揮も機能しなくなっていました。そこにいたのは生存本能だけで動く巨大な群れでした。大本営の参謀たちが机の上で描いた大陸脱通という優雅な作戦線。その実態は、飢えた50万の人間がイナゴの大群のように大地を食い尽くしながら移動する凄惨な破壊の奇跡だったのです。それでも彼らは歩き続けました。黄河を越え、平原を越え。その先に待つのが栄光ではなく、さらなる地獄であることをまだ誰も知らずに。そしてこの泥沼の行軍の中で唯一近代兵器としての威力を発揮し、奇跡のような突破を見せた部隊がありました。戦車第三師団。彼らの孤独な失踪が次の局面を切り開くことになります。飢えと泥にまみれた歩兵たちの列の横を轟音を立てて追い抜いていく鋼鉄の集団がありました。戦車第三師団、通称若松部隊。彼らは満州での対ソ連戦に備えて温存されていた関東軍の虎の子でした。
防備する戦車は250両以上。当時の日本陸軍が動員できる最大にして最強の機甲戦力です。師団長は山地秀夫中将。彼は猛将として知られ、この作戦においても歩兵の到着を待たずに戦車だけで突進する独断専行を辞さない覚悟を決めていました。歩兵の足に合わせていては勝機を逃す。戦車は走る凶器だ。止まれば死ぬ。4月中旬、彼らは黄河を渡りました。目の前に広がるのは河南の平原。遮る山も川もない戦車のために用意されたような部隊でした。ここから戦死に残る警官の激走が始まります。彼らの進撃速度は常識をはるかに超えていました。1日数十キロ、時には100キロ近くを走破し、逃げ惑う中国軍の退路を次々と遮断していきました。それは日本軍が夢見た電撃戦の再現のようでした。しかし、ドイツ軍の電撃戦と決定的に異なる点がありました。それは、彼らの背後には燃料弾薬を運ぶトラックの列が続いていないということです。燃料が足りない。快進撃の裏で戦車兵たちは常にこの恐怖と戦っていました。車器の補給はありません。彼らは敵の自動車を襲ってはガソリンを抜き取り、時には現地の雑貨屋から菜種油や落花生油までも挑発し、ディーゼルエンジンに流し込みました。エンジンは黒煙を上げ、悲鳴を上げましたが、それでも彼らは止まりませんでした。なぜなら、止まることは後方に取り残され、圧倒的多数の敵中に孤立することを意味していたからです。勝てば勝つほど前線は伸びる。進めば進むほど補給線は細く切れそうになる。地図上では日本軍の支配地域を示す赤色が急速に拡大していました。大本営は色めき立ちました。初戦の大勝利と新聞は書き立てました。しかし現場の指揮官たちは背筋が寒くなるような感覚を覚えていました。それは支配ではありませんでした。広大な海のような中国軍の支配領域に戦車という細い線を一本引いたに過ぎなかったのです。その線の周囲はすべて敵。夜になれば通り過ぎたはずの村々からゲリラと化した敵兵が湧き出してくる。彼らは勝利していたのではなく、中国大陸という巨大な沼の深みへと誘い込まれていたのです。5月、戦車師団はついに河南省の要衝、古都洛陽に到達します。ここを守るのは中国軍の精鋭部隊。彼らは日本軍の戦車対策を徹底していました。城壁の周りには深く広い対戦車壕が掘られ、市街地への入り口は迷路のように入り組んだバリケードで塞がれていました。平原の王者である戦車も、ひとたび市街戦に巻き込まれれば巨大な鉄の棺桶に過ぎません。一歩も引くな。洛陽を死守せよ。中国軍の抵抗は凄まじいものでした。建物の陰から対戦車砲が火を吹き、火炎瓶が投げつけられる。無敵を誇った第三師団の戦車も一台また一台と黒煙を上げて停止していきました。歩兵の支援が必要でした。しかし後に続くはずの歩兵たちは数百キロ彼方で飢えと疲労に倒れていました。戦車兵たちは戦車を降り、銃剣を手に自ら歩兵として突撃せざるを得ませんでした。血みどろの死闘の末、5月25日、洛陽は陥落します。城門には日章旗が掲げられました。戦術的には日本軍の完勝でした。河南全域を制圧し、
京関鉄道のルートは確保されたかに見えました。しかし、その勝利の味は砂を噛むように苦いものでした。占領した倉庫は空っぽで、期待していた食料も燃料も敵が撤退時に焼き払っていました。手に入れたのは廃墟と化した都市と、さらに南へ遥か彼方の調査へと続く終わりのない進撃命令だけ。ここまでは準備運動に過ぎない。大本営の論理は冷酷でした。本番はここからだ。米軍基地のある湖南省へさらに1000キロ進め、と。戦車師団の消耗は限界に達していました。そして何よりここからの地形は戦車が走れる平原ではありません。山岳と河川が入り組んだ天然の要塞地帯です。ここから先、主役は戦車から再び生身の歩兵へと戻ります。そして彼らを待ち受けていたのは、地獄という言葉すら生温かい1号作戦最大の悲劇、紅葉の戦いでした。1944年6月下旬、季節は夏を迎えていました。中国南部の湿度は 100% 近く、気温は連日30度を超える。まとわりつくような熱気の中、日本軍の主力である第11軍は湖南省の要衝広陽市を取り囲んでいました。司令官の横山勇中将は当初楽観視していました。こんな地方都市、ひとひねりで落ちる。予定通り1日か2日で片付けろ。彼には自信がありました。ここまでの進撃で中国軍はもろくも崩れ去っていたからです。しかし彼らは知らなかったのです。この広陽という都市が名将鳳仙閣がいる第10軍によって悪魔的なまでに巧妙な要塞へと改造されていることを鳳仙閣は知っていました。日本軍の火力が不足していることを、そして日本兵が死を恐れぬ突撃、いわゆる万歳アタックを好むことを。彼はその習性を逆手に取り、町全体を巨大な処刑場に変えて待ち構えていたのです。6月28日、第一次総攻撃開始。日本兵たちはいつものように雄たけびを上げて突っ込みました。しかし彼らの足は丘の中腹で止まりました。崖だ、登れない。中国軍は丘の斜面を人工的に削り取り、高さ数メートルの垂直な壁を作っていたのです。はしごを持たない日本兵たちはその壁の前でうごめく標的となりました。そこへ左右に配置された統治下から計算し尽くされた十字砲火が浴びせられます。機関銃の音が止んだ時、そこには累々と重なる日本兵の額だけが残されていました。一日で終わるはずの戦いはこうして終わりの見えない悪夢へと変わりました。広陽の郊外にある高地張家山。日本軍はこの丘を奪取しようと来る日も来る日も突撃を繰り返しました。しかし攻めるたびに死体の山が築かれ、土の色が見えなくなるほど血で染まったことから、兵士たちは恐怖を込めてそこをこう呼びました。赤い丘と。戦いは1週間2週間と続き、やがて1ヶ月が過ぎました。日本軍の弾薬はそこを突きかけていました。補給線が伸びきっているため、大砲の弾が届かないのです。一方、守る中国軍も限界でした。空からは米軍機が補給物資を投下していましたが、完全包囲された孤立無援の状態に変わりはありません。戦場を支配していたのは火薬の匂いではなく死臭でした。真夏の炎天下、放置された数千の遺体が腐敗し、強烈な腐臭が盆地全体を覆いました。兵士たちは鼻に詰め物をしなければ呼吸すらできず、
塹壕の中では傷口に湧くウジ虫との戦いが続いていました。なぜ落ちない、なぜ奴らは降伏しないんだ。司令官の横山中将は焦燥に駆られていました。予定は大幅に遅れ、東京の大本営からはまだかという督促が矢のように届きます。さらに悪いことに、この広陽での足止めの最中、太平洋ではサイパン島が陥落し、東条内閣が退陣するという政変が起きていました。国家の面目にかけても広陽を落とさねばならない。論理や戦術はもはや消え失せ、残ったのはメンツと狂気だけでした。そして日本軍はついに禁断の一手に手を染めます。毒ガスです。日本軍の記録には赤筒、緑筒と呼ばれるくしゃみ剤や催涙ガス、あるいはそれ以上の殺傷能力を持つ化学兵器の使用が示唆されています。効果てきめんなり。当時の日誌にはそう記されています。頑強な統治下に立てこもる敵を無力化するため、国際法違反の兵器すら躊躇なく投入されたのです。なりふり構わぬ攻撃でした。8月第3次総攻撃。これが最後の賭けでした。弾薬のない兵士たちは銃剣のみを着剣し、あるいは石を握りしめて突撃しました。将校たちは軍刀を振りかざし、先頭に立って走りました。それは作戦攻撃ではなく、集団自殺に近い光景でした。突っ込め、突っ込め、生きて帰るな。狂気の絶叫がこだまする中、ついに中国軍の防御ラインの一角が崩壊します。8月8日、47日間の死闘の末、広陽は陥落しました。中国軍司令官、彭戦閣は残った部下の命を救うため、降伏を受け入れました。勝ったのは日本軍でした。しかし、城内に入った日本兵たちに、勝者の表情はありませんでした。彼らが見たのは、自分たちと同じように、傷つき、死んでいった中国兵たちの山と、瓦礫の山と化した町だけでした。この一つの都市を落とすために、日本軍は2万人近い死傷者を出しました。一説には、守っていた中国軍の死傷者数を上回っていたとも言われます。作戦目標である大陸奪還のルート上で、広陽は一つの通過点に過ぎません。しかし、この戦いで第11軍の精鋭たちは事実上壊滅しました。ベテラン兵士は死に絶え、残ったのは補充されたばかりの素人兵士と心身ともにすり減った指揮官たちだけ。日本陸軍の背骨はこの赤い丘でへし折られたのです。それでも戦争は終わりません。勝ったのだから進め。東京からの命令は彼らをさらに南へ、桂林へ、龍州へと駆り立てます。その先に待っていたのは、この犠牲のすべてを無にするような残酷な現実でした。1944年11月、広陽の死闘を乗り越えた日本軍は、その勢いのまま、南下し、ついに桂林、そして龍州を攻略しました。こここそが米軍第14航空隊フライングタイガースの最大の拠点であり、日本本土を脅かす B29 の発進基地となるはずだった場所です。やった、ついに敵の心臓具をえぐり取ったぞ。兵士たちは破壊された滑走路の後に立ち、万感の思いで勝ち時を上げました。東京を出発してから半年以上、数千キロを歩き、仲間を失い、地獄を見た果てに、ようやくたどり着いた約束の地。作戦の第一目標である敵航空基地の撲滅は、ここに達成されたのです。しかし、彼らは奇妙なことに気づきました。基地はもぬけの殻でした。そして何より、ここから飛び立つはずの
あの巨大な爆撃機 B29 の姿がどこにもないのです。一体彼らはどこへ消えたのか。その答えは、彼らが泥道を歩いている間に太平洋の遥か彼方で書き換えられていました。日本軍が中国大陸の泥沼でもがいている間に、太平洋ではマリアナ諸島、すなわちサイパン、テニアン、グアムが陥落していました。アメリカ軍は中国の奥地という補給の難しい場所から無理に飛ばす必要はもうなくなっていたのです。整備されたマリアナの基地からなら B29 は余裕を持って東京を往復できます。日本軍が桂林を占領したその同じ11月、マリアナ基地から飛び立った B29 の第一陣が東京への本格的な空襲を開始しました。中島飛行機の工場が炎上し、市民が逃げ惑、中国派遣軍の兵士たちが命を削って奪い取ったこの場所は、戦略的にはもはや何の意味も持たない空き地に過ぎなかったのです。彼らは鳥を捕まえるために木を切り倒して進みましたが、その鳥はとっくの昔に別の木へと飛び去った後でした。年が明け、1945年1月、中国戦線を南下した部隊はついに仏印国境で南方軍の部隊と握手を交わしました。大陸脱達成。朝鮮半島のプサンから北京、南京、ハノイを経てシンガポールに至るまで、1万キロに及ぶ長大なルートが日本軍の支配下でつながった瞬間です。大本営はこれを歴史的快挙と宣伝しました。新聞は陸の回廊完成、帝国の動脈通ると書き立てました。しかしその動脈には血が一滴も流れていませんでした。線路はつながりましたが、肝心の列車がありませんでした。車両を動かす石炭も不足していました。何より制空権は完全に連合軍の手にあり、昼間に列車を走らせれば即座に爆撃の的になるだけです。結局この壮大な大陸回廊を使って南方からゴムや石油が日本本土に届くことは一度たりともありませんでした。50万人兵力を投じ、数万人戦死者を出し、中国全土を荒廃させて手に入れたのは、地図の上に引かれた実体のない一本の赤い線だけだったのです。勝利の祝賀ムードは一瞬で消え去りました。残されたのは現実だけです。彼らは今、大陸の最深部にいました。日本からははるかに遠く、補給も届かない場所。広がりすぎた占領地を守るために兵力は薄く引き延ばされ、彼らは中国の広大な大地に点在する孤島に取り残されることになりました。目的は消滅した。帰る家も遠すぎる。それでも戦争は終わらない。ここにあるのは凱旋の栄光ではなく、広大すぎる虚無でした。そして歴史の歯車は彼らを置き去りにしたまま破滅へのカウントダウンを加速させていきます。1945年8月15日、玉音放送。その声は大陸の最深部にいた彼らのもとにも届きました。敗戦。その言葉の意味を理解するのに彼らは長い時間を要しました。なぜなら目の前の戦場において彼らは負けていなかったからです。敵を追い詰め、都市を落とし、大陸を縦断した。戦術的には上昇のまま彼らは敗者となったのです。しかしその勝利こそが彼らにとって最大の大いなる呪縛となりました。彼らは日本からあまりにも遠い場所にいました。補給もなく
武器を捨て、ここから数千キロの道を引き返さなければならないのです。1号作戦という巨大な賭けに勝った代償は、帰りの道が果てしなく遠いという絶望的な事実でした。福音、それは進撃以上に過酷な道のりでした。昨日までの支配者は一夜にして命乞いをする立場に変わりました。しかし歴史の皮肉はここで終わりません。日本軍が去った後の力の空白地帯をめぐり、中国国民党と共産党による血みどろの内戦が再燃したのです。日本兵よ、残って我々と共に戦え。ある者は技術を買われ、ある者は脅され、ふるさとへ帰る船を命の前にしながら、再び中国の土で銃を取らされた兵士たちもいました。彼らが日本へ帰ることができたのは、それから数年、あるいは数十年後のことでした。あの日から80年近い時が流れました。かつて50万人の男たちが飢えと泥にまみれながら踏破した2400キロの道。今は高速鉄道が走り、平和な田園風景が広がっています。大陸奪作戦。それは軍事学的に見れば稀に見る完全なる戦術的勝利でした。しかし戦略的に見れば国家の寿命を縮めただけの完全なる徒労でした。得たものはなく、失ったものはあまりにも大きかった。中国大陸の土となった数えきれない命。そして生きて帰った者たちの心に深く刻まれた消えない傷跡。彼らが歩いた距離は人間の限界を超えていました。そしてその情熱と狂気の向かう先が破綻した論理によって導かれていたという悲劇。歴史は問いかけます。なぜ彼らは歩かなければならなかったのか。その答えは広大な大陸の風の中に今も静かに漂っています。